東海道中膝栗毛3、横浜から箱根まで。次の朝、やじさんと北さんは早く宿を出ました。また大名行列が彼らより先に歩いていましたから、二人はあまり早く歩くことができませんでした。托鉢の僧が近くに来ました。ありがたいお経を読みます。一文でいいですよ。私たちに金はないよ。他の人のところでやってください。やじさんが言うと、僧は笑いました。嘘ですね。旅行している人はみんなお金をたくさん持っている。お金がなかったら旅行できませんよ。うるさい。これでいいか？やじさんは硬貨を一つ投げました。ああ、これは4文銭。ありがとうございます。あ、間違えた。1文銭だと思った。お釣りを返して。やじさんは慌てましたが、僧は笑って逃げました。二人は藤沢に着きました。茶屋に入ってお茶と団子を注文しました。北さんが、団子は温めてください、と言いました。はいはい。茶屋のおばあさんは灰をかき回しました。灰が飛び散って茶屋の中は全部白くなりました。やがておばあさんが団子を持ってきましたが、灰や炭がたくさんついていました。どうぞ。黒いな。やじさんは小さい炭火が団子についているのを見ましたが、そのまま北さんにあげました。北さんは気づかないでそれを口に入れました。熱い。おい、ばあさん、火がついている。ははは。北さんは熱い団子が好きだからそれをあげたんだが、気に入らなかったか？やじさん、ひどいよ。口をやけどした。やじさんは大笑いしました。茶屋を出て話しながら歩いていると、小田原に着きました。ここにも客引きがたくさんいました。宿の主人だという男がいたから、二人はその男の宿へ行きました。その宿の女中はとてもきれいでした。それでやじさんは、後で部屋へ来て、と言ってこっそりお金を渡しました。お風呂の準備ができました、と女中が言いました。やじさんは喜んで風呂場へ行きました。この店の主人は関西の人で、風呂も関西の風呂でした。やじさんは見たことがありませんでした。困ったな。どうやって入るんだ？それは風呂の下に直接火を入れるもので、そこがとても熱くなります。それで中に板を入れて、それに乗って入るんです。その板は浮いて蓋にもなりますから、お湯が冷めません。でもやじさんは知りませんから、その蓋を外して中に入りました。熱い、熱い。風呂の底に足をつけて、やじさんはやけどしました。こんなのどうやって入るんだ？
外で体を洗いながら考えました。近くにトイレがあって、汚い下駄がありました。そうか、あの下駄を履いて入ったらいい。それで、その汚い下駄を履いて風呂に入りました。ヤジさん、いつまで入っているの？私も入りたいんだけど。北さんが来ました。それで、ヤジさんは風呂から出て部屋に戻りました。でも、その前にトイレの下駄を隠しました。北さんも関西の風呂の入り方がわかりませんでした。はずい！ヤジさん、この風呂、どうやって入ったの？同じことをして足をやけどした北さんが大声で聞きました。普通だよ、普通。何を言っているんだ。ヤジさんは答えました。でも、これ、普通に入れないよ。北さんは困りましたが、すぐに濡れた下駄を見つけました。なんだ、ヤジさんはこれを履いて入ったんだな。その下駄を履いて風呂に入ると、なんとか入ることができました。でも、それは下駄を履いて入る風呂じゃありません。そこはとても薄いのです。何度か下駄の位置を変えていると、そこに穴が開いて、お湯が出てしまいました。いやー、助けて！北さんが大きい声で言うと、宿の主人が来て怒りました。何をやっているんですか？めちゃくちゃだ！風呂釜を弁償してください。それで北さんはたくさんお金を払わなければなりませんでした。まあ、釜を掘ってこの値段は安いじゃないか。私は若い頃の北さんにもっと払ったでしょ。ヤジさんが笑いましたから、北さんは怒りました。面白くない冗談を言わないで。悪いが、俺はさっきの女中とちょっと用がある。しばらく静かにしていて。その前にちょっとトイレ。ヤジさんがトイレに行くと、女中が来ました。北さんが聞きました。私の連れに何か用事？まあ、ちょっと。やめた方がいいよ。あれは悪い男だ。ちょっと前に女から病気をもらったから近づかない方がいい。それに脇も臭い。私は一緒に旅行しているが、もう我慢できないよ。女中はびっくりして、いいえ、用事はありません。おやすみなさい。と言って帰りました。ヤジさんがトイレから戻りました。へへへ、もうすぐ来るかな。布団を温めよう。おい、北さん、もう寝た？北さんは寝たふりをしました。ヤジさんは布団に入って待ちましたが、もちろん女中は来ません。遅いな。北さんは我慢できなくなって大笑いしました。あの女中は来ないよ。私が嘘を言って追い返したんだから。北さん、何をしてくれたんだ。もう金を払ったのに。北さんはその晩気持ちよく寝ることができました。ヤジさんは悔しくてなかなか寝ることができませんでした。
次の日、また早く宿を出て、西へ西へと歩いていると、土産物を売っている娘がいました。かわいい子でしたから、やじさんが声をかけました。いいね。いくら300です。高いよ。100でど高くても私はその値段で買ったんです。安くすることはできません。じゃあ200。無理です。じゃあ300。もうちょっと。じゃあ400。ありがとうございます。北さんは呆れました。300のものを値切って400で買うの？新しい買い方だね。仕方ないだろう。あの子が私に惚れてしまったんだから。見た？あの子、ずっと私の顔を見ていた。目が悪いから睨んでいたんだよ。やじさん、頭大丈夫？そんなことを言いながら、2人はようやく箱根の関所を越えました。